ちも欲しいな。それを2本と、こんな感じです。はいはいはい、あ、いいですね。はい、それを 2本書いて、はいこれ1本ください。それでいいです。じゃあ。ユリに関してはなんか割とこう自由自在に私はなんかこうつなげて書いちゃったりとかするので、どうつなげていこうかなとか、どのユリをメインに持ってこうかなとか、あとこれが一番最初に咲きそうだなとか。形とか決めるんですか？うん、色よりも形ですね。私はなんか色は結構勝手に変えちゃうので、そんなにその、色から受けるインスピレーション自体はあるんですけど、どちらかというとフォルムの方が重要で、どういうフォルムの絵を描こうかなっていうのを、なんかユリの花びらとかって音階みたいにこう大中小極小みたいな感じでこう花びらの大きさが少しずつ異なるものが並んで咲いてたりするんですよね。なんかそういう部分をなんか面白くできないかなとか、そういうことを考えながら、私はその花の中にこう宇宙とか生命とかこうマクロな世界を見てるので、そのマクロな世界がどういうふうに表現できるかなっていうのを花見ながら考えてますね、大体。キーになる形、鍵になる形っていうのがあって、そういうのを見つけていくんですよね。こう動きみたいなものがあって、でそれは規則性がある中でもその中で揺らぎがあって、なんかその揺らぎを見つけるのが楽しい。でその揺らぎを増幅させていくみたいな作業を、よくやるんですけど、森羅万象よく言うのが、森羅万象がフラクタル図形になっていて、例えば木の枝と人間の血管の構造って同じじゃないですか。その毛細管みたいなのと木の枝とかと、あと銀河のなんていうんですかね、ハブになってる構造とかが同じなので、そういうものを見つけるのがすごく好き。その花の構造はベースとしてあって、でもこう例えばこういう部分のその造形みたいなものをさらに増幅させて、なんかこの花をベースに今広げてるっていう状態ですね。そのまま描くことっていうのは基本ないので、花が花であるっていう前提をさらにこうなんか自分の中の架空の花みたいなのに変えていくことが多いですね。そのまま描くこともあるんですけど、
なんかこのユリに関してはそのまま描くよりもなんか変えた方がいいかなっていう感じ。それだけど、うんこうなんていうんですか、自然な光の印象とかあをこう参考にというか、そこからインスピレーションするっていうのはそうですね。規則的に見えても例えばこの花びらがじゃあ同じ花びらが3枚重なってますっていうの時にそれでもやっぱり花びら一つ一つに個性があるんですよね。この花びらはちょっと色が濃いなとか、この花びらはちょっと薄いなとか、それは例えば生育する過程でちょっと気温に差があったとか、ちょっと栄養に偏りがあったとか、そういう微妙な差みたいなものが生育していく時に影響を受けるので、その一つ一つの個性みたいなものはやっぱり目の前にないとちょっと分かりづらいかなっていう。こういうなんかこういう感じで適当に触っちゃっていいので。で最初にこういうドローイングをしてイメージを増幅させてからきっちり描くみたいな、そういうことをします。これも今は本当に簡単にイメージを膨らませてるだけなんだけど、これがそのまま作品になるかはちょっとわからない。ちょっと今探ってる状態。探ってる状態。これを使うんですけど。使う色はいつもこの3色。いや全然絵によっ全然て、なんか今回はピンク系のものにしようというかで、グリーンの時とかブルーの時とかやらない時もある。やらない絵もあります。それは最初の構想段階でああしようこうしようってイメージして始めるし、こう下地をやった段階でまたちょっとイメージが変わってくるんですよね。でこうバーって下地の大体のイメージでこうバーって下地を作ると、今度その中で自然にできた色とか形とかがすごく綺麗。例えばここがめちゃめちゃ綺麗だからここをちょっと残したいって今思ってるんですよ。でここを残しながら少しここが見える感じで作業を進めていこうかなって今思ってるとこ。テーマとしてはワームホールみたいのを作りたくて、こっちからこうアンテナみたいにこう光を受けてるユリがあって、そこからこう光がこう入ってくる。でその入ってきた光が抜けてくそのワームホールのルートを作りたくて、だからこっち側からこう開いている花とこっち側から放出する花がここでジョイントしてるっていう感じ。それをこうイメージしてイメージできたものをここにとりあえず線描きしたっていう感じですね。この黄色く見えてる部分がすごく綺麗に出てるので、周りとの関係で具体的にこの色を出せるかっていうのは意図的には絶対出せなくて、この下地の黄色がまずあって次にピンクがあって、でその後にうっすら紫がこう加わるんですよね。うっすら、本当にうっすら、多分状況としてはそんな感じで、それによってこの黄色い部分がめちゃめちゃ発光してるみたいに見える。色のイメージを高めるために背景のところをちょっと
触っていく。バラバラになってたピースをこう集めてくるような感じ。虚無の中に宇宙でビッグバンが起こってで混沌とした状態なんですよね。それがだんだん冷えてって惑星になったり恒星になったり銀河になったりって言ってこう集まってくんですよ、一箇所に。ちりぢりになったものたちがこう集まってくる。で今それをやったって感じ。集約そう、集約されていく、まあ簡単に言っちゃえば集約されていくって感じですね。ちりぢりバラバラになったものが今まとまり出してる。こうぼやぼやぼやーんと霧のようなものになってる。一旦今日はじゃあこんぐらいにでこの絵に関しては終わりますかね。もうあとは描いていくだけなんで地味なんですけど、いろんなレイヤーがあるんですよ、制作する上で。で一つじゃないから花を花らしく描きたい気持ちもあるし、やっぱり宇宙を表したいから宇宙っぽく見えるようなに無意識化で考えてるっていうのもあるし、いろんなそのレイヤーが頭の中にあって、それが自然と出てくると自分の絵になるっていう感じじゃないかな。いい感じの宇宙が描けたら結構嬉しいですか？そうだからなんかね、なんだっけな、作品集じゃないけど今年の春にすごいなんかインスタないか、これはよく描けたなみたいなのやっぱありますよ。なんでその宇宙とか銀河とか好きなんですか？やっぱあれ生い立ちが幸せじゃないからなんかだからその人間に関心が向かなかったんですよ。なんかこう子供の頃から空ばっか見上げてる子供でそう空ばっか見上げてて、であんまり人に関心が向かなかったんですよね最初。だからもう宇宙に行きたい宇宙に行きたい、なんで生まれちゃったんだろうみたいな、ずっとそういうことを考えてた子供で、
だからそういう宇宙にずっと興味があって、本当はだから天文学者とか宇宙飛行士とかになりたかったんだけど、子供の頃は。でも一方で絵を描くっていうのもずっとライフワークっていうか、なんかセカンドネイチャー的にずっとやってたから、それが合体しちゃった感じですかね。うん。おっしゃってた下地のところで見えた光の部分って。そうですね。このある程度計算通りにできたと思った部分と、そう想定してなかった部分っていうのが、バランスよくできたかなと思います。グレーの部分が結構やっぱり難しくて、3回ぐらい塗り直したりしましたけど、背景の色って結局メインのこの部分がどれだけ綺麗に見えるかでちょっとずつ微妙に違ってくるので、それが割と綺麗にできたかなと思います。